皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は新型コロナウイルスのアメリカでの感染状況について取り上げていきます。現在新型コロナウイルスの感染のその中心地といえば今は中南米に移っています。この地域では貧富の格差が非常に激しいこともあり、貧困地域で新型コロナウイルスが蔓延してしまうと、それを防ぐ手立てというのがほとんどありません。また、これらの人々が満足な治療を受けられないという問題もあります。しかし、このように感染の中心地となった中南米に比べて、初期から感染爆発が起こっていたアメリカでは、未だにその感染が収まろうとはしていません。日本においては東京で新規の感染者数が50人前後だなというのがニュースになるわけですが、一方でアメリカにおいては1日50人などというのはほとんど誤差のレベルです。6月24日確認された新規の感染者数というものは3万人を超えています。これは日本における感染者数の確認、その累計よりも多いものが1日で確認されているような状況なのです。しかもそのような状況下でアメリカでは経済活動の再開に向けてのステップが進んでいます。アメリカにおいて新型コロナウイルスの収束が見られない要因として考えられているのは、そもそもアメリカの人々の生活習慣としてたとえロックダウンしたとしても、それが機能していなかったのではないかということがたびたび指摘されています。初期の頃から失業した人々による都市封鎖への反対デモが街頭で行われていたり、外出禁止令が出されると、では家の中でホームパーティーをしようといった動きなどが指摘されて絶えませんでした。そうした初期からの問題に加えて、途中からは黒人暴行死事件へのデモというものがアメリカ全土へと広がり、もはや集団になるのに何のためらいもないような光景があちこちで展開されました。また、街頭インタビューなどが行われている時も、マスクをしている人たちの目的というのは、新型コロナウイルスへの対策というよりも、むしろ警察の放つ催涙ガスなどに対する防御のためということがほとんどで、街中においてはマスクをしていない人々が非常に多いというのも一つの特徴だと言えるでしょう。つまり新型コロナウイルスの感染の拡大というものがあったにもかかわらず、アメリカ人の生活様式そのものには大きな変化は見られなかった可能性があるのです。そのような状況が続くことで、新型コロナウイルスの変異が進んでいることが指摘されています。今回は新型コロナウイルスの話とともに、そのことが回り回って日本の未来においても悪い影響を与えるかもしれないという話を後半ではしていこうと思います。それでは関連ニュースをどうぞ。アメリカ南部の感染爆発は変異株の仕業？感染力の強い変異型ウイルスの出現、増殖を研究チームが報告。アメリカで再び猛威を振るっている新型コロナウイルスは、感染力の強い変異型と考えられる。フロリダ州のスクリップ研究所のチームが、そんな衝撃的な解析結果を発表した。この論文は今月オンライン上で発表され、現在ピアレビュー、査読を受けている。私たちの研究で、変異したウイルスははるかに効率的に細胞の培養システムに取り付くことが分かったと、論文の執筆者の一人、ヘリョン・チェは本誌に語った。変異により、ウイルスの周りのスパイクタンパク質の安定性が高まり、スパイクタンパク質の数が増えた。スパイクタンパク質は標的細胞に取り付くために欠かせない役目をするので、当然ながらより簡単に標的細胞と結合し、細胞内に入り込む。プレスリリースによれば、チェと共同執筆者のマイケル・ファーザンは20年近くコロナウイルスを研究してきた。新型コロナウイルスが発生すると、世界中の研究者がワクチンの開発を進める中、2人はこのウイルスの弱点を見つけるため、詳細に構造を調べてきた。到達で感染力増す。チェによれば、時間が経つにつれこの変異株の割合が次第に多くなり、それに伴って新型コロナウイルスの感染力も次第に強まったという。国際的なゲノム配列のデータベース、ジェンバンクに今年5月までに報告された新型コロナウイルスの塩基配列を見ると、70% にこの変異があるが、その3ヶ月前の段階では、この変異は全く見られなかったと、チェラはプレスリリースで述べている。時間が経つにつれ、新型コロナウイルスは細胞により強く結合し、細胞内に入り込むまで離れなくなる能力を獲得したと、プレスリリースには書かれている。ウイルスに到達が働いた結果、この変異を持つタイプが多くなった。それにより、新型コロナウイルスは発生初期に比べ、人から人へと感染しやすくなったと研究チームは見ている。チェは先日、フロリダ州マイアミに本拠を置くテレビ局の番組に出演。ここ数週間で新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増えたフロリダ州では、
変異株が猛威を振るっていると考えられると話した。フロリダ州保健省の発表では、6月24日午前までに州全域で10万9014人の感染が報告され、死者は3281人に上った。おそらく今では、フロリダ州の新型コロナウイルスの大多数、圧倒的多数は変異株だろうと、チェは番組で警告した。感染力の強い変異株は、すでに全米に広がっている可能性があるとチェは本誌に語った。しかも、多くの州が感染拡大は峠を越えたとして、経済活動の再開に舵を切っており、第2波の感染爆発が起きるのは時間の問題だとチェは言う。それではアメリカの感染状況について見てみましょう。こちらはアメリカ全体の新規の感染者数の数をグラフ化したものです。3月4日の時点で感染者数の確認は26人でした。そこから3月中旬から後半にかけて一気に感染者数の増加が始まります。4月には感染者数は2万から3万人へと駆け上っていきます。そしてこの状態がしばらくは続くこととなります。ただ感染者数は次第に右肩下がりを示して3万人から2万人からそこから1万人へと減ってくることになります。ところが新規の感染者数が1万人台という日もあったわけですが、そこから再び上昇に転じ、新規感染者数のその確認数が6月24日37,945人で、これが最多となりました。アメリカにおける感染の拡大というものはまだ終わっていないのです。新型コロナウイルスの変異を見るために塩基配列を見る。その塩基配列の差によって、例えばこれは中国株だな、これはヨーロッパ株だな、これはアメリカ株だなといった具合にして、その変異を追うことによって感染状況がどのように広がっていったのか、その足跡を見ることができます。今回話の中心であるアメリカの場合は、まず中国株が入って、この中国株が変異したものがアメリカ株、そしてヨーロッパにおいて感染爆発も起こっており、その関係でヨーロッパから来た旅行者もしくはアメリカからヨーロッパへ旅行していた人たちの帰りなどによってアメリカにおいては2つの新型コロナウイルスの型が流行ることになりました。それはアメリカ株とヨーロッパ株です。この2つのタイプが流行することによってアメリカでは他の地域では見られないような激しい感染爆発が発生しました。そしてそのような状況下で起こったのがさらなる変異なのです。ただし今回変異を指摘しているこの研究グループの発表というのはあくまでもまだまだ査読の段階で問題があれば受け付けていますよという状態で完成原稿ではありません。ただ、たとえ今回の指摘がまだ間違っていたとしてもこのように変異する可能性というものは十分にありますし、アメリカにおける感染者数の増加というものを見れば変異株が流行っているんだよと言われたらきっとそうだろうなと思わせるような状況でもあります。ではそうした感染拡大というものが見えてきたからといって再び都市封鎖ができるかといえば現在のアメリカにおいてもそれは難しいのが現状でしょう。すでにアメリカでは何千万人という単位で失業している人が出ています。そのために再度の都市封鎖を行えばもっと経済的な状態は悪くなるのは明らかで、もはや政治決断としてそのようなことは不可能に近いでしょう。ですから今後のアメリカというのは残念ながらスウェーデン方式への移行というものを余儀されます。スウェーデン方式というのは一体何かといえば、それは新型コロナウイルスにかかるかかからないかというのはあくまでも皆さんの自己責任ですよということに任せる方式です。例えばみんな距離を取りましょうであったり手洗いをしましょう、マスクをしましょうねといった呼びかけを行いますが、その呼びかけに応えてみんなが行動するかどうかはそれぞれの責任においてやってくださいということです。こうしたスウェーデン方式へ移行した場合何が問題かといえば、新型コロナウイルスの特徴というものがそのまま被害に現れることになります。今のところ全世界的な傾向としてこの新型コロナウイルスは子どもたちにとっては脅威ではありません。一方で高齢者の人たちにとって新型コロナウイルスは命を失う危険性が高い非常に危険な病気でもあります。そのようなリスクがありつつも経済活動を再開させていく、これが今のアメリカの苦しい選択でしょう。しかしこの選択によるダメージというものは政治に跳ね返ってくることになります。国民にとっては安心安全な環境というものが失われた状態なわけですが、同じように政治状況においてもトランプ大統領の再選に大きな悪影響を与えるのは明らかです。トランプ大統領はこの新型コロナウイルスの感染の拡大する前であれば自分が大統領になることによってアメリカ経済は絶好調であったというのを一つの売り文句にしていました。
しかし、新型コロナウイルスの感染の蔓延によって、この新型コロナウイルスへの対策が失敗であったと評価されるのは逃れようがありません。ですから、トランプ大統領の再選に黄色信号が灯っている状態です。ですから、次の大統領に誰がなる可能性が高まっているかといえば、それは対立候補であるバイデンです。現トランプ大統領と比べてバイデンに変わった場合、一体何が変わるかといえば、それは対中政策が大きく変更される危険性があります。アメリカの議会は民主党も共和党も中国というものを非常に警戒しており、そのために制裁に前向きな人たちが多いです。ところが、バイデン大統領に変わった場合、経済の立て直しを最優先にして、米中の貿易紛争などについてもはややめだというような方針を示してしまえば、中国に対する抑えは全く効かなくなってしまいます。米中冷戦構造への道が断たれ、当然のように米中の貿易紛争なども一旦終わりとなれば、それは中国経済が再び息を吹き返すことになります。そうなれば軍拡はずっと続くことになりますし、何よりも怖いのは中国が国家主導で先端産業に人と金を集中して主導的な立場を取ることです。中国は国家の目標として先端産業を抑えることが未来の世界市場を抑えることだと知っています。ですから量子コンピューターの研究開発にお金もつぎ込みますし、核融合技術についても人とお金を費やしています。情報通信分野において 5G の規格でファーウェイが大きなシェアを取っていますが、その次の第6世代 6G についても中国はその主導権を握るために今から技術開発を進めています。中国は世界の工場と言われていた時代がありました。しかしそれは下請け工場でした。そこから脱皮して自分自身が高付加価値の製品を作る先端産業のトップリーダーとなることが中国の最終目標でもあるのです。現在の世界市場というものはトップシェアというものを持つことができれば世界中から富を収奪することができます。勝者総取りの世界なのです。長い目で見れば、こうした新型コロナウイルスの蔓延、変異株の出現というものがあれば、歴史の流れを左右する危険性もあるのです。そして世界で起こっている出来事というのは、日本にも当然のように影響することになります。アメリカの政策が変わり、中国の増長に歯止めが効かないようであれば、その周辺国である日本は、その圧迫をさらに受けるからです。なお、最後に一つだけ。ここまで新型コロナウイルスの蔓延によって様々なものがドミノ現象のように次々と次なる現象を生み出すという話をしたわけですが、新型コロナウイルスを抑えるためのワクチンの話も少ししておきましょう。私はこのチャンネルにおいてモデルナ社が開発した新型コロナウイルスのワクチンというものが順調に進んでいるよというところを何回か紹介したわけですが、現在この新型コロナウイルスのワクチンの最終治験が7月から始まります。今のところは問題なく進んでいるようですので、この後効果と安全性が確認されれば実用化は秋頃になると言われています。この新型コロナウイルスに対するワクチンの開発がうまくいくかどうかというのも歴史の流れに影響しそうなところです。皆さんはこの話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして面白いなと思った方はぜひともこの動画の拡散などを SNS などでしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。